皆さんこんにちは。お手紙ヤギです。ちょっと間が空いちゃいました。今日は本当ならストライプティーズソックス結構興味持ってくれた方がいたので、頑張って頑張ってというかそこまで頑張ってないですけど、ざっくりとした説明動画を次あげたいなと思って作ってたんですけど、思いのほか時間がかかっちゃいまして、なので今日はそれはちょっと置いといて、今編んでるものを紹介したりしながら雑談動画にしていこうと思います。よろしくお願いします。で、ストライプティーズソックス、片足は編めてるんですけど、もう片方を、編んでるところを取りながら編んでて、今この段階です。こんな感じわかりますか？あんまり靴下編んでて見る光景じゃないと思うんですけど、こう縦に編んでってるので、最後のあと1列っていうところに来てるんですよ。こんな感じになってます。理論。で、これをね、次の動画ではあげたいなと思います。で、もう一個今編んでるのが、これなんですけど、これ今ランチョンマットを編んでるところで、エピソード1で、個人輸入したっていう話をしたんですけど、その時に買ったダブルフックアフガン、こういう輪針みたいなコード付きのダブルフックアフガン針を買って、でこれを作ろうと思って買ったやつなんですけど、早速使い心地を確認するがてら編んでみてます。で、この糸は糸リコさんで染色モニターをやらせてもらった時に、草木染めで染めた糸なんですけど、こんな風にちょっと減ってますが5色。これがみかん染め、これが松の葉っぱで染めた、これ違う、これよもぎで染めた薄い緑色になったやつで、これが松の葉っぱで染めたやつですね。なんとなく色が変化したような気がするんですよね、これは。なんか最初もうちょい黄色っぽかったと思うんですけど、ちょっと画面では見づらいんですけど、若干ピンクっぽい色合いに変わってきたような気がします。で、これがシャリンバイの実で染めたやつで、これがもみじで染めた緑色。で、最初、試し編みも兼ねて、ちっちゃいコースターを全色で編んでみて、で、アフガン編みのカノコ編みがいいなーって思ったので、これを入れたランチョンマットを編んでいるところなんですけど、で、1個できたんですよ。こんな感じで。ちょっと画面に入りきらない。こんな感じで、いろんな色をこう一列ごとに編んだりしながら、ちょっとグラデーションっぽくなるように編んでみたんですけど、ちょっとまだね、アフガン編みに慣れてないので、なんかどうしても形がいびつなんですよね。この、こっちサイドが長くなっちゃう。そんで色も適当に編んじゃったので、2枚目はね、もうちょっと綺麗なグラデーションになるように編もうかなって思っているところです。これもね、せっかくなんで
まあ、もし編みたいなって思ってくれる方がいたらいいなって思いながら、なんか説明動画でも作ろうかなって思っているところです。あ、そうだで、これがこれ色をちゃんとどの色で何列編むって決めてやってるので、メモつけながら編んでます。でも最近なんかちょっとダラダラしちゃってたんですよ。なんか手のむくみが結構あって、最近手がだるいとやっぱ編み物ってね、手を動かす趣味なので、なんか手がむくんでるとやる気が出ないというかね、ちょっと何言ってるかわかんないですけどなんでちょっと体操でもしましょう。じゃあ編みながら編んでる皆さんも一緒に手を休めて体操しましょう。じゃあまず左と右の手のひらを合わせて、はい、傾けてください。1、2、3、4、5。じゃあ反対側。1、2、3、4、5。そしたら手を組んで手のひらを返して伸びましょう。1、2、3、4、5。じゃあついでに肩こりも体操しましょう。よし、じゃあ編み始めましょう。アフガンバリー使ってみた感想なんですけど、やっぱ棒のタイプより使いやすいですね。ちょっと棒のやつ持ってきたいと思います。よいしょ。はい。これ棒のタイプのダブルフックアフガンなんですけど、最初これで編んでたんですよ。そしたらなんか結構一目編むごとに自分の肩にツンってなっちゃうんで不便だなとか思ってたんですけど、それはなんか私の編み方が良くなかったみたい。編み方というか持ち方が良くなかったみたいで、ちゃんとね、本を読んでみたら、棒針を持つような、こういう持ち方。アフガン編みって、行きと戻りで編み方が違うんですけど、行きは棒針編みみたいに、どんどん針に糸がかかっていく感じで編んでって、で、帰りは、かぎ針みたいに、こう、なんて言うんだろう。目をすくって戻っていく。で、最初に戻った時には目が一個だけ針にかかってる状態になるんですけど、行きは棒針を持つ感じでこういう風に持って進んでいって、で私が読んだ本によると、戻りはこういうかぎ針の持ち方でこうやってすくって戻っていくっていう風に書いてあったんですね。私、行きも戻りもこの持ち方で、かぎ針の持ち方でやってたんで、多分肩にめっちゃビシビシ当たって不便って思ってたんですけど、こう棒針の持ち方で持ったら多分そうならなかったですよね。なんで全然こっちでも良かったんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、いやでもね、やっぱり
やっぱりというか、高度になってると、こういう全部棒だと、行きでどんどん目が針にかかっていった時に、やっぱ重さを感じると思うんですよ。だけど、こっから高度になってたら、そんなに重さを感じないっていうのがいいなって思いました。で、あと、やっぱり、ここの部分がね、金属製なので、竹製より滑りはいい。なんで今編んでるのがコットンなんですけど、コットンだと金属の方が滑りがいいので編みやすいかなと思います。ただ、ちょっと、って思ったところを言わせてもらうとすれば、このね、コードのこのつなぎ目が回らないタイプなので、こうやって編んでると、このフックのところが、やっぱこのコードのね、なんて言うんだろう、コードの癖に持ってかれちゃって、このフックの向きがうまく調整できないっていうのが、若干扱いにくいかなとは思った点ですね。それと、これ金属製なんですけど、なんか上にコートしてある塗料が若干抵抗感じゃなくて、このなんかマットな塗料みたいなのが塗ってあるのが、ちょっと滑りにくく作用していて、ここはかぎ針みたいな金属そのまんまでもいいのかなって思いました。と、このアフガン針の、使ってみて思ったことです。でも全然普通に使いやすいので、もしご興味があれば検討してみたらいいかなと思います。で、全然編めてないなんかアフガン編みまだ慣れてなくて、棒針よりさらに喋ってると間違いそうですね。ちなみに今編んでるランチョンマットは特に編み図とかは見ずにオリジナルで作ってるんですけど、こっちの方がいいか。こうね、長方形の形で、この外側をかのこ編みで囲む感じで、真ん中はアフガン編みのメリヤス編みで作ってます。よし。今が1、2、3、4でしょ。で、みかんが3列だから、ここはみかんでよし。ちょっとこれがやっぱ編んでる時にガサガサしちゃって、動画だと音がうるさいので、ちょうどランチョンマット敷きます。やばい、早速間違えてる。
この動画を撮る前に久々にちょっと外を運動がてら散歩してきたんですけど、だんだん暖かくなってきて、もううちの周り結構自然が豊かなんですけど、やっぱ草花がすごい勢いで伸びてきてて、私草木染めをやってるんですけど、でそれが去年の夏頃から始めていて、パウルクレーセーターを目標にしつつ、近所の雑草を探して摘んできては染めたりしてるんですけど、やっぱ冬の間は全然草花も枯れちゃってるやつが多くて、夏の間に取っておいたものを冷凍保存してストックしてあったやつで染めてたんですけど、今日行ってきたらね、すごいいっぱいいろんなのが生えてきてて、これは染めなければと思っていたところです。ちょっとね、この1ヶ月ほど他のことに忙しくしていて、なかなか草木染めをしている時間が、草木染めする時間が取れなかったんですけど、もうね、どんどん草花が生えてきてるのを見て、やんなきゃって思いました。で、なんか今までは全然その辺に生えてる植物のことをちゃんと見たことがなかったんですけど、草木染めするようになってから外を歩いてる時に結構、これはどんな感じに染まるかなとか思いながら探す目で見てるので、なんかそうするとやっぱこの1、2ヶ月の間でもいろんな草花が入れ替わりに生えてきてるんだなっていうのが分かったんですよ。で、あれは2月ぐらいかな。2月ぐらいにまだ全然ほとんど新芽とか出てない時期に行った時は、よもぎがね、一番早く芽を出してたんですね。んで、よもぎがあるとか言って取ってきて染めたのがこれなんですけど、その後半月ぐらいしてもう一回行ったら、もうよもぎ結構育ってて、おーってなって、んでその時よもぎと一緒にだんだん出てきてたのが杉菜。杉菜っていうとピンとこないかもしれないんですけど、つくしなんですよ、杉菜って。杉菜って杉の葉っぱに似た感じの、針葉樹の葉っぱみたいな細い針みたいな葉っぱがいっぱい出てくる感じの見た目なんですけど、でそれがなんだっけ、栄養系、シダ植物だったかな全然わかんないけど、とにかくつくしの
杉菜の一部がつくしなんですよ。なんで、杉菜のその葉っぱと一緒につくしもすごい出てて、うわ、つくしいっぱいあるって思ったんですよね。私、つくし好きなんですよ、佃煮とか。子供の時、おばあちゃん家で出てきたりしてた記憶があるんですけど、なんかね、大人になってからそんなつくしってその辺で摘んだりとかできないか、生えてないよねみたいな感じで思ってたんですけど、よくよく見るとめっちゃつくしっていろんなとこに生えてますよ。もうね、今の時期はなくなっちゃって葉っぱだけしか見ないんですけど、1ヶ月じゃない、半月前ぐらいまではめっちゃつくし、一番最初に見た時は河川敷で見たんですけど、その後つくしってこんないっぱい生えてんだって思って、なんか出かけた時に結構いろんなとこ見てたら、ほんといろんなとこにつくしって生えてるんですね。めちゃめちゃ繁殖力高い植物だそうです。それでで、今日散歩に行ってみて、そしたら杉菜がさらに成長していたのと、あとまた新しく、ハルジオンと板取りがめちゃめちゃ伸びてきてましたね、今度は。で、ハルジオンは調べると結構草木染めに使ってる資料がいろいろ出てくるので、これは染めなきゃって思っているところなんですよ。で、板取りもハルジオンほどは検索結果に出てこないんですけど、なんかピンクっぽく染まるみたいな感じで出てきて、だったらちょっと染めてみたいなって思っているところです。皆さん、編み物以外で何か趣味があったりしますか？私は今のところ編み物と草木染めがメインですね。でもなんかあまりにも家の中で編み物ばっかしすぎてて、あとコロナで引きこもっていたのも相まって、すごいインドアになっちゃって、運動不足だし太ってきちゃったっていうのも気になっていて、なんでもうちょいアクティブな趣味を持った方がいいのかななんて考えているところです。よし、これでみかんが3列。みかんを3列終わったからで、早速アクティブな趣味の一環として散歩してきたわけなんです。
皆さんどうですか？編み物に夢中になっちゃって運動不足ってことないですか？私はめちゃめちゃそうなんです。なんで運動不足の人でも気軽に始められて長続きしそうな運動ご存知だったらぜひ教えてください。よし。じゃあ今日はこの辺にしようと思います。今日もう本当にシンプルに雑談しただけの動画になっちゃいましたが、また次回皆さんとお会いできることを楽しみにしています。それではさようなら。